連休時住職三木大雲です。本日は in 台湾ということで、台湾から、お届けさせていただきます。でですね、この台湾でなぜか、またちょっと、詳しくは、コラボさせていただいてますので、そちらをご覧いただければ、理由が分かっていただけるとは思うんですけれども、今回もゲストにですね、コヤッキーさんに来ていただいております。よろしくお願いします。コヤッキーです。よろしくお願いします。お願いします。またちょっとコラボをさせていただいておりまして、いろいろあって、詳しくは、コヤッキーさんの方のチャンネルを見ていただいたらわかるので、そちらで見ていただいたら、なぜ私たちが今台湾にいるのかということも、含めてご覧いただけたらと思うんですが、今回は、怪談説法の私のチャンネルの方で、少し怪談をしていただけるということで。そうなんです。めちゃめちゃ怖い怪談をしていただける。めちゃくちゃハードルを上げますね。で僕、本当に怖い話苦手なんですよ。おっしゃってましたね。そう、なんか一括りにオカルト業界って言われても都市伝説寄りなのと、本当に人怖いもありますし、いろんなものがあるじゃないですか。そのように本当に心霊とかそういうものはあんまり触れないようにしてきたんですよ。なるほど。もう自分自身が変に見えないんですけど感じることができる体質なんで、ちょっとね、今日もホテル泊まってて、僕の部屋は大丈夫だったんですけど、とあるスタッフの子の、部屋はすっごいなんか、陰湿だったんですね。ちょっとなんか言いそうだなっていうのを感じたりとか、そういうことをやっちゃうんで、変にリアルなものを話を聞いちゃうと、もう信じちゃうんですよね。怖くなっちゃって。苦手なんですけど、そんな僕が体験した中でも、ちょっとね、これ、群を抜いてこれおかしいな、怖いなと思う話があるんで、今日はちょっとここでお話しして皆さんに聞いていただきたいなというふうに思います。お願いします。大丈夫ですか？はい。僕、生まれはですね、大阪、育ちは静岡となっております。で、18から大阪に行きまして、そのまま学校に進学するんですけども、卒業した後はですね、念願の僕デザイナーになりました。そうなんですね。そうなんです。昔から何々家と言われるものになりたくて、例えば音楽家とか芸術家とか、そういう専門職に就きたかったんですけど、音楽と芸術の両方のパターンがあって、音楽も目指せれたんですけども、ちょっと現実的にお金のことを考えたら、芸術的なところの方がまだいいだろうと思うことでデザイナーになりました。じゃあそんなですね、僕デザイナーになれた、大阪でのとある日に、北海道から友達が遊びに来るんですね。で、その友達がですね、北海道おいでよと。コヤッキー一度北海道来てめっちゃハマるからと言われて、ものすごい興味津々なんですね。で北海道ってなかなか大阪からしたらちょっと遠いイメージだったので、なかなか行くきっかけがなかったんですけど、その子のプレゼンがね、めちゃくちゃ上手だったんですよ。で、どんなプレゼンをしたかっていうと、親子丼って知ってるって言われて。親子丼って言ったらどんなの想像されますか？親子丼って言うと卵と、鶏肉と。そうですよね。言ったらもう鶏肉と卵の、掛け合わせだから親子丼っていうのって有名じゃないですか。まあ、他にも北海道と言ったら、どうでしょうかね。例えばカニが美味しいよとか、海鮮が美味しいよとかいろいろあると思うんですけども、その子はですね、親子丼についてすごいプレゼンしてたんですよ。いや、親子丼って別に大阪でも美味しいもの食べれますよ。ありますね。いやいや、違うんですよ。鳥じゃないんですよ。鮭なんですよ。そう、北海道で親子丼って言ったら、鮭の身と、なるほど。そう、イクラなんですって。うわー、それはすごいですね。そう、僕両方大好きですし、写真パッて見せてもらったら、丼からブリーンってこうはみ出したようなね、鮭がこう乗ってるんですよ、こうやって。これが本当にね、油が乗っててしまった身でね、美味しそうやったんですよ。これだけ食べに行きたいと思って、まあ彼女ができたら行こうと思ってたわけですけど、そこから無事彼女もできまして、初めて北海道旅行に行ったんですよ。じゃあ、どこ行きたいって言ったら、札幌はちょっとありきたりなんで、小樽行ってみようかとなって、デートスポットじゃないですか。行ってね、その非常にガラス細工やったりとか、他にもルタオとかね、いろんなメーカーもあります。それデートを巡って、いよいよですね、親子丼を食べようと。というのも、その北海道の友達にどっか美味しい店ないのって言ったら、小樽のお店を紹介されたんですよ。一通りのデートを終えて、ようやくその子が紹介してくれたお店に行こうと思ったらですね、めちゃくちゃボロいんですよ。ものすごい潰れそうな、なんか民家みたいなね。でも逆に、そうなんですね。そうなんです。僕はちょっとデートで行くには、ちょっと変なところだなと思ったんですけども、ちょっとでもこういうところほど名店なんだって言うんですよ。ちょっとね、あまりにもね、街から離れてたんでやめようかなと思ったんですけど、街の中の親子丼、いっぱいね、2500円とかするんですよね。ちょっと高い。
すちょっと北海道現地まで来たら、ちょっと安く美味しいものが食べれるのが良さじゃないですか。ちょっとなと思ったから、仕方なくデートでもボロいとこ行ったんですよ。そしたらね、中からものすごいおばあが出てきて、もうね、夜な夜なこう包丁を研いでるようなね、もう日本昔話に出てきそうな、雰囲気のあるお店なんで、夜中、もう食われるんちゃうかなって。泊まったら食われるんちゃうかなと思うぐらいの雰囲気なんですよ。場所もおばあもね。で、さらにちょっと、壁には、これ、明治とかの写真ちゃうんかなと思うぐらい、モノクロのボロボロのですね、写真がありまして、お母さんと子供かな、二人こう写ったような写真があるんですよ。そんなのを見ながらお魚食べるってなかなかなんですよ。せっかく紹介いただいたし、美味しいんだなと思って食べたら、めっちゃ美味しいんですよ。これが今まで食った鮭の中で一番美味しい。本当に鮭かなと思うぐらい。で、僕のその彼女は、いくらちょっと苦手だったんですけど、もう大好物なんです、それから。本当に美味しいんだね、つって喜んでくれて、良かったと。で、こんなに美味しい親子丼だったら、もっと名物になってもいいのにと思って、もっと広げましょうよ、と言ったんですけど、いや、私たちにはね、あんまりこう広げたいとは思ってない。そういう理由もあるんだよ、みたいな。深くはね、話さなかった。で、そっからですね、時が、数年経ちます。その彼女とは別れちゃったんですけども、数年経った時に、その親子丼について、調べる機会があったんですよ。それなぜかと言いますと、僕、都市伝説 YouTuber になったからなんですよ。なるほど。そう、都市伝説 YouTuber になって、改めて、あの時の北海道どうだったか調べたんですよ。というのは北海道は、全国でも1、2を争うぐらい、言ったら心霊スポットがあったりとか、都市伝説がある場所なんです。そうなんです。めちゃくちゃあるんです。せっかく北海道行くならどこに取材に行こうかなって調べた時に、どうせだったらあのお店もう一回行きたいなっていろんなこと調べてたら、驚愕の事実が発覚するんです。で、まずですね、北海道ってあんまり都市伝説、有名なんですけど、ちょっと根が深いものとか本当に怖いものほどネットに載ってなかったりするんですね。ああ、なるほど。そうだ、僕は知り合いを通じて本当に、怖い都市伝説とか、巷には転がってない都市伝説を調べたところ、親子丼っていう都市伝説だったんですよ。これちょっともしかしてって思って調べてみたら、ちょっと本当にね、もう、サブイボ止まらんかったんですけど、まず、昭和の初期までは、北海道のとある場所はですね、飢餓とかそういう災難が起こると、生贄を捧げる文化ってまだあったんです。その村には。で、どういうふうな生贄を捧げるかっていうと、親子を殺して、その肉をみんなで食べるっていう風習なんですよ。怖くないですか？そこから親子丼ってそのことになってる。それを思った時にもしかしたら、僕たちが食べに行ったあのお店の飾ってあった写真はそういう意味だったんだって思うと、僕ちょっともう鳥肌がね止まらなくて、でちょうどですね、北海道で有名な都市伝説に、場所は言いません、とある湖があります。でそこって自殺の名所なんです。で、なんでその自殺の名所かっていうと、身を投げた後に遺体が上がってこないから。なんかその流れかなんかわかんないですけど、上がってこないんですって。だからもうそこに年間何人もの方が身を投じてるっていうことらしいんですけども、僕のその紹介した北海道の友達の友達の友達が、とある日ね、行方不明になったんですって。ものすごい仲のいい友達だったんですけど、行方不明になっちゃって、で、警察が探しても見つからない。1週間経った時に、あ、そうだ、私、あの子と GPS でなんか共有アプリを、位置情報を共有したから、もしかしたら最後の居場所がわかるかも。で、警察のみんないる前で、パーンってスイッチを入れた時に、その湖の真ん中にピンがトン刺さってたんです。だからそこにいるのは間違いないけど、未だに行方不明となってるんですね。で、後から調べたら、その親子丼っていうその生贄の儀式も、その、とある部位、お肉を食べた後は村で、食べた後は、大体余るじゃないですか。それは神様に返すという意味で、そのとある湖に流していたそうなんですよ。なるほど。いろんなことが繋がってきて、怖いなと思った出来事でございました。ありがとうございました。いや、私、北海道、ゴールデンカムイの聖地巡りでほぼ行ってます。網走以外は、ゴールデンカムイのは全部行ってまして、なんとなく今の湖はここかなっていう場所がちょっとあったんですけど、ただこのお話、ちょっと救いがあるとしたら、
親子でよかったですよね。ああ、確かに離れ離れこれでね。他人丼だと、他人丼ね。ちょっとただのさすがゲームみたいになってしまいますから、ですね。なんか親子丼で、しかも、まあちょっとなんか昔のことですから、もう、やむにやむなく、なんかこう、儀式というよりは、飢餓をなんか防ぐための方法としてね、なんか皆さんの役に立ってるのかもしれませんし、そうですね。亡くなられた方がおられて、やっぱり私たちがいるわけですからね。そうですね。なんか、親子丼食べるときにはちょっとなんか、ご先祖さんとか、うん、過去の自分の縁のない方も含めて、いただいていただければ嬉しいですね。そうですね。で他にも僕、北海道って旅先じゃないですか。はいで今は台湾ですけども、僕最初に行った海外って、香港だったんですよ。おー、はいはいはい。香港ってすごいですね。僕もあんまり海外旅行に興味なかったんですけど、その時勤めていた会社のオーナーが、とにかく香港に一回行ってみろと。行ったら理由がわかるって言って、なんか目的も告げられずに、香港になんか2泊3日で連れてたんですよ。結構弾丸なんですけど、で、本当に僕感動しちゃって、まず何に感動したかって夜景。香港の夜景聞きますね。香港の夜景は、もうちょっとね、世界の中でも本当トップクラスだとそうですか。思いまして、東京もね、僕静岡から出なんで、もう大都会だと思いましたよ。夜景すごいと思いました。ただね、東京が田舎に感じるぐらい、香港の夜景ってすごくて、香港はですね、そのライトアップのショーがすごい有名で、そのね、音に合わせて、それぞれのね、ライトがね、戦い合うみたいにやるんですよ。空論半島と香港島のライトアップですごい音楽に合わせてね、色が光るんですけど、そういうなんか国を挙げたというか、街を挙げたエンターテインメントショーみたいな。なるほど。規模がすごいんですよ。で、街中でも美味しいものを食べ歩きしながら、すごいなんか運気が上がった気になって、帰っていって、その上司に、オーナーに、どうやったって言ったら、いや、こうでしたって言ったら、合格やって言われて、それを体験して欲しかったんや。だって俺らの昔の昭和の時代は、みんながビール、酒飲みながら街中でワイ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 夜遅くまで遊んでたもんや。今見てみて、その商店街のシャッター閉まって、暗い顔して歩いてやろうって。こういう若者が活気づかなんと、この未来はないねんって。香港はまさにそういう街だったんですよ。で、運気が上がったってお前言ったよな。それがすごい大事で、香港っていうのは風水で作られてる街やねん。だからビルがこうあるんですけども、不自然に真ん中だけで四角の穴が開いてたりするんですけど、あれ何ですかって言ったら、風が通るんで、ビルのその抵抗を少しでも和らげるためっていうのと、竜が通る道だと。竜が通る道っていう風に設計されます、日本のところに。確かに。いろんなところでそういうのが働いていて、街を歩いてるだけでもすごい運気が上がったように感じる。なるほど。すごい良かったなって思ってます。それがね、僕の中での海外の体験なんですけど、ただ唯一一個だけ僕クレームがあって、そのね、いいぞと言われたホテル、めちゃくちゃいい場所にあって、雰囲気も良かったんですけど、僕が泊まったその部屋、曰く付きの部屋やったんですよ。これ後でネットで検索したら、ものすぐこうレビューが出てくるんですけど、その部屋だけ一番奥にあるんですけど、謎にですね、赤い絨毯がそこまで引かれていて、どう考えても昔、すごい重役というか、立場のある方がその部屋に泊まられてたんだろうなっていう形跡がある。他の部屋に比べてすごい調度品もものすごい綺麗なんです。ただですね、夜中になると、物音がすごいんです。もう廊下からカツ、カツ、カツ。キーッつって何かこう、なんだろうな、物をもう運んでくるカートの音みたいなのが聞こえるんですよ。何にも頼んでないんですよ。ルームサービスを。ただ部屋の前でカッツって止まるじゃないですか。いないんですよ、誰も。これがですね、夜中中何十回も繰り返されるんですね。そう聞くところによると、そこに泊まられた人が、お客さんが昔、何かこの事業に失敗して身投げしちゃったみたいなことがあったらしいんですけど、それ以降、なんかそのお客さんはその部屋がすごい好きでずっと泊まってたんですけど、そこに泊まれなくなったことがすごい心残りだと。みんなとしてなくなったんで、未だにその部屋にはたまに泊まりに来ているそう。ルームサービスを注文しているということなんです。なるほど。それがですね、唯一僕の中で、運気が上がったのか下がったのかよくわかんないツアーだったんですけど、そんな体験談もありました。いや、私も今、台湾に昨日泊まってて、夜中に、コツ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 ずーっとコツ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 って言った後、あめなきゃあめなきゃって聞こえるんですよ。怖い。何かなと思ったら、ちょっと安い宿なので、水道が詰まっちゃって、夜中に、なんか取ってこいとか、ガン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 って直してられました。直してたんですね。直してられました。じゃあよかったです。最初だから私ちょっと、何かあるのかなと思ったんですけど、
単なる勘違いでしたけどね。夜中にカン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 ってやるところがね、なんかお国側が出ますからね。そうですね。確かに確かに。でも、なんか、そこからもパワーをもらえるというか、はいはいはい。なんか夜中遅くまで食事するところもありますし、そうですね。なんか、本当に若い人たちも、お年いった方も元気ですよね。元気です、本当に。元気ですね。私たちのやっぱりなんか、パワースポットをどうやって作っていくかっていうと、私たちが元気になってそこへ集うということが、なんかちょっと新たなパワースポットを作る場所かもしれませんので、そうだ。ぜひ、連休寺にお参りを。宣伝入りました。ぜひ、小ヤッキーさんもいつの日か、ちょっと京都の連休寺に来ていただければ嬉しいなと。ぜひ行かせていただ思いまきます。す。ということで、本日は、小ヤッキーさんにとびっきりの声、お話をいただきました。またですね、はいちょっとまた、小ヤッキーさんのチャンネルで、今もうこの場所も含めてですけども、なぜ台湾という、もう一番最初の疑問残ったまま、お聞きになってられる方もおられると思いますけれども、詳しくは小ヤッキーさんのチャンネルの方に、行っていただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。